はいということで今回は今話題のあのマシン組み立てていこうと思います。ということで、はいドーン、タミヤ BBX。 こちらはですね、先日タミヤさんから発売したニューモデルの 2WD オフロードバギーなんですけど、発売前からかなり話題になってましたよね。でですね、私もこのマシンは結構気になってたので、この箱だけでも拝めればなと思ってお店に入ったんですよ。そしたらですね、案外このマシンが積まれてたので、これだったらですよ、私ごときが買ったところで市場にご迷惑はおかけしないでしょうということで、ありがたくですね購入させていただきました。まだ前回のあいつも塗装しないといけないのに。でもですね、見てくださいよ、このパイプフレームで構成されたシャーシとか独特の足回りとか、これは刺さるに決まってるでしょ。ただ肉バギーだけどお値段が3万円を超えてくるっていうちょっとお高めな部分もあり、オプションパーツはおいおいということで、今回はノーマルで組み立てていこうと思います。予算が足りなかったので。ということで今回はですね、お値段的に買おうかな、どうしようかなって思ってる方のお役に立てればなということで、じっくりご覧いただけるように組み立てていこうと思います。テイクということでオープン。うわー、パイプがいっぱい。ではこの中身見ていきましょう。まずはパイプからのパイプ、続きましてこれですね、独特のリアのトレーリングアームですね。フロントは A アームですね。でこれがドライバーさんとライトポットかな。ホイール前後のデザインは多分同じかな。幅もおそらく同じで、オフセットも全部2って書いてますね。はい、なんかあんまり見たことないパーツがいっぱいある。でこちらアジャスターとかちっちゃめなパーツがいっぱいありますね。でメインシャシ結構細め、持ちやすそう。そして反対側ギアカバーなどなどで、タイヤフロントはやや細め、リアはまあそこまでワイドじゃないけどフロントに比べるとワイド。タイヤの外形は前後でそんなに差はない感じですね。続きましてタイヤのインナースポンジですね。タイヤは外形ほぼ同じだったのにインナースポンジはこんだけ違うんですね。それからボディ、このマシンはですね、なんとボディが6分割なんですよ。燃えるぜ。でこの箱、なんかこういう箱ってワクワクしますよね。オープン。これはダンパーのキャップ類ですね。これもダンパーかな。ハイトルクサーブセーバー、いいパーツ。タイラップとかベルクロとか最後の方に使う系のパーツですね。お、またダンパー関連だ。ピストンドン、A パーツ。うわーかっけー。これ純正でエアレーションダンパーなんですよ。ダンパーのリングもね、O リングじゃなくて X リングなの。多分この袋の中がこのキットの金額の3分の1を占めてるんじゃなかろうかと私は思っております。はい、 B パーツ、ターンバックルとかね、ハイトルクサーボセーバーのスプリングなどなど入ってますね。はい、 C パーツ、おそらく足回りのシャフトとかですかね。それから A パーツ、これ何、このスポンジ。あとはギア関係と板アルミのモーターマウントも入ってますね。これが最後。はい、工具類ですね。いつも見る工具たちで、あとはステッカー、説明書、ウィンドウネットの型紙、以上です。ということで作っていこう。まずはですね、このキットメカ類ちょっと気をつけないといけないんですよ。というのも、まずはサーボ、これはですね箱にも書いてあるんですけど、背の低いタイプのロープロファイルサーボを使わないといけないんですよね。ということで私は3話の HVS702 を使っていこうと思います。でこのサーボだとこの耳から上、説明書だと 14.5mm までっていう風に書いてあるんですけど、3話のロープロファイルって耳から上が 14.6mm とですね 0.1mm 大きいんですよ。いけるかな、多分いけるでしょうということで、これでいってみようと思います。でロープロファイルサーボってデジタルサーボが結構多いと思うんですけど、タミヤ
ヤ製の ESC だとベック出力がちょっと弱いのでデジタルサーボが正常に動かなかったりするんですよね。なのでタミヤの ESC を使うのであれば 1.5A で動いてくれる省エネなサーボ、例えばこの3話の HVS702 とか、あとは BGS-CLE とか、それから KO プロポの RSX4S110X タイプ T とかですね。そのあたりを使っていただくとタミヤ製の ESC でもきちんと動いてくれるかなと思います。で、逆にサーボに自由を求める方は社外品の ESC を使うか、過去にも動画でご紹介してるんですけど、タミヤ系の ESC を使う場合、サーボの電源だけですね、バッテリーから直接取る方法で接続していただいた方がいいかなと思います。で、続きましてモーターにも注意点があって、モーターのこのシャフトの長さが 10.5mm 以上必要なんですよね。で、ここにはブラシレスモーターっていう風に書いてあるんですけど、ブラシモーターでも大丈夫そうなので、今回私はこちらのですね GT チューンモーターでいこうと思います。ということで、目軽いデッキをつけるところはこのくらいかなと思いますので、組み立てていこう。まずはボールデフからやっていこう。こんなもんかな。とりあえずボールデフ完成したんですけど、まずですね、このタミヤ RC ツールセットのマイナスドライバーだと太くて入らん。で、これデフスクリューをマイナスドライバーで締め込みます。過去7回転ほどって書いてあるんですけど、これどこからというかどこを基準に7回転なんでしょうね。なんか私の思う開始点から7回転だと7回転回りませんでしたね。ので逆にマックス締め込んだところから半回転戻しのところくらいからちょっと微調整した感じですね。この表記だとちょっと難しいかもしれないですね。次行こう。プラスペーサーって何？これか？多分これっぽい。この絵の枠なんぞやって思ったら、多分これランナーも書かれてる。ギアボックス完成しました。スパーギアつけました。これですね、スパーギアがスリッパークラッチ用と同じ形してるので、この八角形のプレートでスパーギアを回してるんですけど、これ締め込んだだけだとスパーギアがちょっと横方向にこういう感じのブレが出てしまうんですよね。なので綺麗に回るようにこう回してみながら調整して締めた方がいいかなと思います。リンケージ組み終わりました。この長さ測る必要ないんで楽ですね。
今このアームつけたんですけど、ちょっと途中で引っかかり感があるんですよね、ここで。でこの引っかかりって多分ここの針とここの針が両方立ってるので、どうしても引っかかっちゃうんだと思うんですよね。なのでちょっとここ今から修正していこうと思います。はい、ということで A アームとサスマウントの針取りをして、でこの A アームにちょっと軽くリーマー通したら、こんな感じでスルスルといい動きになってくれました。ということで続きやっていこう。ちょっと今気づいたんですけど、サスアームが上下逆でした。やってもうたな。いるか。バンパー外してサスアームを前から抜くだけで治りました。軽傷でよかった。では気を取り直して次の工程やっていこう。ここでですね、ドライバーさんが登場しますが、これはちゃんと作りたいので後回し。ひとまずドライバーさん以外のところを組んでいこうと思います。だいぶ形になってきたんじゃないかなと思います。ということで今から組み立て袋 D を使っていきます。この高級ダンパーですね。はい、ということで BBX 完成しました。カラーリングはですね、純正カラーと似てるじゃんっていうめっちゃ安直な考えで、ロスマンズウィリアムス・ルノーカラーにしていました。いや、やっぱ実物見るとマジでかっこいいですね。でですね、実際に組み立てた感想としては、今までになかった構造とかもちょいちょいあったので、こういったメカニカルなものが好きな私としてはかなり楽しみながら組むことができました。ただ組み立ての難易度っていうんですかね、ちょっと難しいかなって思う部分もありましたね。
ね。まずは工具なんですけど、この BBX のビスって基本的に頭が六角になってるんですよ。で一応ですね、付属の工具に六角レンチは入ってるんですけど、ちょっとこれ回しにくかったりとか、あとはタミヤの RC ツールセットにも合うサイズの六角は入ってるんですけど、これだとですね、ちょっとねじれ合成が弱い感じがあって締め付け感がちょっと分かりにくいので、六角レンチはこういった別のしっかりしたものを用意していただいた方が組み立てやすいかなと思います。それからですね、デフの締め付けの時にもお伝えしましたが、タミヤの RC ツールセットに入ってるこのマイナスドライバーだとサイズが大きくてちょっと入らなかったので、別のマイナスドライバーが必要になってきますね。あとはですね、エアレーションダンパーのキャップの穴開けだったり、ボディがビス止めなのでビスを通すための穴を開けるのにこういったピンバイスも必要になります。なのでエントリーモデルで使う工具プラス他にもいくつかですね、工具を揃えないといけないかなっていう感じのキットになってますね。であとは乗せる受信機がかなり限られてる感じで、今回ですね、私はラジオリンクの RC8X 用の受信機を載せたんですけど、このメカボックスって案外縦の余裕がないので、双葉系の厚みが薄めの受信機とかだと大丈夫だと思うんですけど、3話とかのちょっと背が高い受信機だとこの中に収まりきらないですね。なのでメカボックスに受信機をきっちり収めつつ、なおかつこの上にドライバー人形もちゃんと乗せようと思うと受信機は選ぶ必要があるのかなと思います。なので組み立ての難易度に関しては中級者さんからやや上級者さん向けなのかなと思いましたね。とはいえですね、しっかり工具を揃えて説明書をしっかり見ながらパーツを確認して慎重に作業してもらえれば、どなたでも組み立てられるかなと思います。で初めにもちょっとお話ししたんですが、このキットの金額が約3万円とちょっとお高いイメージなんですが、これはもう納得ですね。アルミのエアレーションダンパーとかドライブシャフトとかベアリングが全部金属だったり、標準で装備されてるものが豪華なのと、この新設計のシャーシっていう部分でこのお値段なのかなと思いましたね。なので私もですね、最初は金額の部分で買うかどうか悩んでたんですけど、これは買ってよかった、満足です。ということで今回はですね、タミヤのニューモデル BBX を組み立ててみたんですけど、個人的にはですね、かなり面白いシャーシだなと思ったので、買おうかなどうしようかなって悩んでる方はですね、ぜひいっちゃってください。よーし、あとはドライバー人形を塗ろう、そして走らせよう、終わりー。